一昨日突然家の目の前に現れた。怖っ。おパップおパープということで始まりました、はい、今日はねいつもと違った雰囲気で、ね、いやいつもと違う。何が違うんだろう。場所も一緒だし。今登録者数が1160人ぐらい。お、やばいですね。本当に伸びないですね。ちびちび進んでますね。頑張っていかないと。そうでもどう頑張ればいいですかね。頑張ってるんだけどね。やっぱり周りからすごい言われるのは、コラボですよやっぱ。まあ言うわね。まあ言うわね。それやりますか。待っててください。待っててくださいよ。全然やらねえじゃないかとね。ね。そうずっと言ってるけど。ずっとここの部屋から出られない。いつもロングの動画だとこうなっちゃうんで。そうね。ちょっとそろそろねお決まりの飛び出していこう。恒例のうちの奥さんのもう何ですか。ダメ出し。出ましたね。ダメ出し。うちの奥さんが一番楽しい。分かったよ。奥さん同士で楽しんじゃってる。じゃあもう直で言ってくれよ。宇田さんの奥さんに言ってもらって、宇田さんの奥さん経由で聞こう。内容変わってるだろ。その間にいくつかありましたけど。あ、何ですか。まずシンプルな動画のダメ出しがいくね。今日のアニマル映像が出て我々が喋って、次の人がそのお題で次の人がもうトライしてるのが切り替えがあれが全く分かんないから何が起きてるのか分からない。なるほどね。同じ映像で連チャンになってる。そう。一回何かバスンと切らないとあれはもう全く意味が分からないから。一体俺らが出るじゃん。ピョって最後。あれでも足りない。はあ。分かりづらい。切り替えを。そう。ペロリンみたいな。そう。あった方がいい。はい。普通にダメ出しだ。もう一個がショートをたくさん作ってるのはいいんですけど、ロングの動画とショートの動画の使い方がなんか逆なんじゃないかみたいなのを一応言ってました。逆？ショートのネタの裏話をロングで出すとかもう意味がわからないって言ってました。オズとかはむしろ長めにとって裏話をショートにしたりいいところをショートにした方がいいんじゃないの。ショートってそうじゃないよ普通みたいな。客観的に見てそう思ったという。まあそういう思ってる人も多いんだろうな。多いと思う。あとはなんでそれを言うかっていうと通知が来ないんだってショートって。そうなの？知らなかったで。ショートって通知来ないの？俺は毎回上がってきてるけど。上がってきてるけど別にそれ通知なのかな。ショートって来ないの？通知が来ないらしいよ。いろいろ知らないことがあるね。そうだね。だとしたらだよね。そうだ。それ広がんないよね。広がんないよね。それはちょっとね。ちょっと YouTube さんちょっとショートも YouTube に問いかける。そうです。これ貴重な意見でしょ。まあそうなんだ。ショートのためにロングを取るみたいな発想に変える。それをショートで。そうです。そういうことやな。だから長めのコントにしといてそこで面白をショートにしといて続きは本編でのパターンを何個か作るとかじゃない。そこだけでショートコント的にも見えるようになってればベストってことじゃないですか。なるほどね。そこでよく切り抜きって言いますもんねショートはね。まあ本来はね。そういうことですね。例えばのアイデア。なるほどっていう。わかる。わかります。あとはもう一個ね最後。ロングはこの日っていうこの固定の曜日を決めてくれた方が毎週内容。それな。難しいんだよな。ちゃんと分かってるところでついてくるでしょ。それはしたいんですよ。僕もしたいと思ってるんですけど無理だ。予定余裕がないんだよ今ね。だからもうちょっと取りためたりができたらそれができ始めるっていうのはあるかもしれませんね。はい。以上が私の奥さんの今回のダメ出しでございます。今回は特に芯を食ったこれねダメ出しでしたね。ダメージを食らうんですけど通知はちょっっと結構 HP を削られます。そうだよね。僕だからそれを今日ひげ剃りながら後ろでブワーって言われてた。なるほどね。っつってっつって。だからひげちょっと剃り残ってます。皆さんもぜひコメントで。そうですね。こういうの直してくれ。こういうのしてほしいのね。あれ。面白くないとか書かれるとちょっとそれはちょっとね傷つくんですけど。はいお願いします。はい。他になんかあれば。僕不思議体験。もういいよ。恐怖体験しか続いてないんだからあなた最近。またなんかいろいろ起きるんですよ。だからお祓いだって。いやお祓いとかじゃない今回は。どちらかというといいことではあるんだけど。今のところでボヤでしょ。ボヤの後にオレオレ詐欺にあってそこら辺の動画出てますからね。今回はワープしたとかそういう話ですか。そうなんです。そうなんです。本当です。消えた自転車が現れたんです。なんだろう突然。なんだろう。
1年前にこの時期にですね急に自転車が消えたの。言ってたのは覚えてる。言ってたでしょ。なんか奥さんが乗って帰ってきてないんじゃないか説。ないんじゃないか説。あ、言ってた自転車がなくなった。なくなったって言って。で駐輪場行ったら止まってなかった。止まってなかったんです。一体どこに行った一体どこに行ったんだそれは言ってたと。なくなっちゃって。でなんかその防犯カメラかなんかを管理人さんに見てもらったら、奥さんがこう乗って出てった終わりみたいになってて、あれじゃああなたがどっかに乗り忘れてきたんじゃないっつって結構探し歩いたんですけど、妥当だよねそれ。もうでも行くとこ全部ないのよ。そんなに行か駅前ぐらいしか行かないじゃないですか。まあスーパーとかさ、まあ駅前のコンビニとかさ、なくてないなーみたいな。でこれでも盗まれたわけじゃないからと思って盗難届は出してなかったんですよ。それだって盗まれたって可能性はなんでないの？いやだって奥さんがだってこう乗ってって亡くなってるから。でなんかあとなんか面倒くさいっていうか、まあでもさ、奥さんどっかに止めてどっかに行くかでそこからパクられてる可能性もあるよね。だから防犯登録もしてればだって届けてた方がそうだね見つかりやすいよね。そうだね。でもなんか出さなかったんですよ。出さなかったなんでね。なんかいいかなみたいな。忙しくてちょっとでしかもなんかあれなんですよ。まあ1万円ぐらいのちょっと安めのまあ2年ぐらい乗ったしいいかなみたいなちょっと物をねあれですけど、ちょっとしょうがないかなみたいな。で駐輪場も解約してでもうすっかり忘れてたんですけど、そのチャリが一昨日突然家の目の前に現れて、怖っ。鍵がついたままで。どういうこと？何があったの？どういうこと？一昨日急に鍵がついてかかったままでってことです。鍵がかかったままの状態になったら急に。で鍵は俺も奥さん持ってるんですよ。かかった状態で普通に止まってったんです。なぜみたいな。いやそりゃそうよ。いや誰かが乗り回してるともでもないっていうか鍵かかってた。で奥さんがあれうちのチャリいやそんなわけがって思って鍵やったらカチャって開いて、うちのじゃんってなって、恐ろしい。で奥さんから連絡来てちょっとチャリあったみたいな。みたいな。どういうことみたいな。持って帰ってきちゃったとか言うから、いやそれはその場に一回置いて一回警察じゃないかみたいな。なんかもしかしたら取られて鍵開いてるっていうか知らないから、そこにね誰かが乗ってきたんじゃないかっつったらっつってまた戻すのみたいな。もう一回ちょっと戻して警察呼んだんですよ。呼んだんですよ。連絡したんですよ。そしたら別に普通にああそうなんですねみたいな。だってあるもんね。そう別に事件性はない。自分のものだってあるんだもん。事件性はない。あるんですよね。自転車ですよね。でも急にあるんですよみたいな。1年間なかったんですよって説明もしたんですよ。そうでもあるんですよね。警察からしたらそうだけどでも今どこにここに現れたとかあって警察呼ぶタイミング違うよね。違う絶対そこじゃねえだろ。警察呼ぶタイミングなんで見つかった時に呼ぶんだよ。警察見つかりましたじゃねえんだよ。亡くなることですねなんだよ。知らないからね。確かにね。警察は確かに見つかりましたねなんだよそれは。なんでなんがすごいね。いやちょっともう不思議すぎてさ。これはマジでずっとあったんじゃないんですか？ないです。ずっとあったんじゃないですか？ずっとあったわけないです。だって通るんだから毎日のように通るんだから。だってよく行く喫茶店の前あたりですよ。家の向かいの道路ですよ。家の前。なんなんだろう。なんでって思って。ちょっと探偵ナイトスクープじゃないこれ。そう確かに。いやそうなんだ。やってみようよ。これすごい。これ説明したらすごい食いついてくれるかもよ。いやだから俺はさあるじゃん GPS タグがさあれを止まってるチャリにこうつけてちょっとしばらく泳がしたらどこに行くんだろうみたいな。猫とかにつけるみたいな。チャリがさ家から逃げたわけだから。でもずっとそっから動かないパターンもあるもんね。つけた後ね。確かにね。そうだね。量子力学みたいな。どうする？普通に奥さんが乗り回してるだけだったらどうする？なんでそんなの作るの？奥さんがただ乗り回してることを覚えてないだけだったらどうする？病院ですよ。でも一個あるのはあれじゃない？奥さんがあそこに置きっぱだって思い出して見つけて置いて
あるんだけどなるほどねって言ってる。怖い怖い怖い。自作自演やん。自作自演パターンねあるっていう芝居をあれーちょっとみたいなねそうあーやだーみたいな。なんでいやいやもうちょっとコミュニケーション取ってるよ奥さんと正直に言うぐらいは物理的に劣化したりしてんの。やっぱ1年前に比べたらちょっとボロくなってるなみたいな。でもねそんなにはだね何なんだろどういうことなのそれは。喫茶店の前っつうかお好み焼き屋さんの前なんですよバス停とかのあるあたりでも通るからあそこら辺分かるんですよでしばらくはもうあのチャリとか思って探してたからね奥さん止めてないかどっかに止めてないかなんかちょっと遠回りして帰ったりとかさなるほど。当然そこなんか見てますからね。100%通ってるわけだ。ないとなんだろう。だから気持ち悪いなもしかしたらなんだろうなとお好み焼き屋さんからしたら出前のチャリがなくなってるって騒ぎになってる可能性向こうは向こうで。でもね防犯登録のシーンもそのままだったあ、じゃあもう本人のだもんね。お好みだから焼きパクったやつは防犯登録のシーンそのままで乗らないじゃんああまあねねまあね。危険しかないじゃん剥がすよね君って言ってさ捕まるもん。呼び止められてさそうだね。よくやられたでしょあるあるある。で「あい何あなた名前は?」とか言って言われて「あ言っていいですよ」大丈夫です。違う名前だったら「ちょっといいですか?」ってなるじゃないですかなるそんな危険を冒さないでしょ剥がすやんこれだからよくわからないんですよ何なんですかちょっと教えていやだからもう何これ解明したいよ本当に。全部つながってるんですかね。だからボヤもオレオレ詐欺も全部つながってんじゃないですか。どうつなげてんのなんかどっか時空が歪んでるでしょ。どっかでつながってるんいだやほんと1年ぶりちょうど1年前ぐらいの LINE 見返したら奥さんから「あれチャリ乗ってった?」みたいな「あれ?」みたいなああだからいや1年ぐらいは距離置きたかったんじゃないですか。チャリが。やっぱちょっとごめんなさいね。一回ちょっとすいませんって言って。そんな手荒な扱いしてないけどねドリフトしたりとかさチャリの二人乗りしたりとかしたわいよかんない向こう傷ついてたんじゃないやっぱちょっとそんなにすいませんこのご夫婦やってられませんっていうのがあっていやそんなハードごめんなさいむしろごめんなさいむしろだよ月が終わったじゃんそれ嫌な時期が終わったから帰ってきたんじゃないチャリが家出してたってこと。家でだから今やばいからたまに海外行ってリフレッシュするぼやとかほらそういう一通り嫌なこと起きたわけじゃないですかその時期なんか感じたんじゃないなんか1年もチャリ1年チャリが1年しんどかったでしょまあね今年1年今年度しかも年度末にああ確かに年度末新しくしっかりだって年度末にそうだわ1日に現れたのそうでしょすごだからやっぱそうだよ何それだから暦を知ってるのチャリが渡り鳥みたいなチャリが何それ渡りチャリい。ああ渡りチャリ年度末が終わったそこから濁るんだよ渡りチャリ渡りチャリ鳥だそんな発見どうでもいいんだよチャリはチャリになるんだじゃん渡りチャリだいいね急に砂みたいになっちゃったいやーだからさまあ出てきたんだけどなんかなと思ってます何あなたの不思議体験がすごい。多いアンビねリーバボーですチャリが戻ってくるしかもアンビリバボーにしちゃ弱いのがいいよねだからもうチャリがなくなったチャリが戻ってきただけなんだよ急に現れたんだからうちの前にさ本当だよ。いやー嫁だと思うけどな嫁説。俺は嫁身近な犯人ですよそれ嫁がそれが一番怖いだって一番だってリアルに鍵持っててうん移動できて普通に戻せるで近くのあったところに置ける年度末もう嫁でしょ年度末にするのはなんで嫁なんだいやー嫁震えてると思ういや面白いよ多分震えてんのかな俺嫁なんじゃないかなと思っていや正直言って別に俺はチャリを怒らないから。そう勝手に乗りましたっても別に怒らないしうっかり俺ほぼ乗らないんだからえいやーでもすごいな解明したいな。解明したいよねじゃあ一回問い詰めないとですね雨ざらしされてる感じもないんですよねああだからどっかにちゃんと保管して。そうなんですよそんな感じなんですよね1年間外にあったらそれなりにいや多分劣化してるはずだから。そんな感じではないんですうんチャリの鍵も閉まったままでしょそうなんですこう持ってったってことそうもし持っていくとしたら、いやまあねそうだよねかまあ合鍵なんて作れるかまあ作れそうだけどね家の鍵よりはチャリここまでして1万円のチャリを取りたいかったらしたよねそうもしくは松谷がもうマジで無遊病からもう本人が忘れてるかマジで無遊病実は乗ってるの本当に仕事やばいよそれだとしたらいやまあマジでの無遊病まあ確かにね今昼か夜か分かんない生活してるかすらごいでしょやばいやばい確かに2人いるかもしれないね松谷がねあまた別の声話だねうんすごいよ一人はあのいない間に火つけてぼや起こして確かに
一人がでもひろきだっつって電話してるかもしれない。最近なんだけどすごい誰々さんですよねって話しかけられるの。なんで会ってんだよその本当に今まで全くなかったのに怖い。お前どうしちゃったんだよ。おいマジでどうしまった去年ぐらいからガチでうん東急ハンズにいた時とかになんか普通に買い物してたら、なんかもう確信を持って俺に話しかけてるのよ。誰が？知らない人が。知らない人が若いなんかお兄ちゃんみたいなおう30代ぐらいの。どんなテンションなの？おー武田さんどうもみたいな。武田さん、武田武田さんじゃねですみたいな。あ、やっぱりこういうところで買い物されるんですねみたいな。やっぱりこういうところででもこの間のあれもみたいな感じでもうすっごい喋ってくるのよ。えの。俺マスクもしてないよ。普通にでもう俺武田さんとして対応したか対応もしたの。最終的にねら。もうだっていや違いますって言うには、もう長く喋りかけられすぎちゃってなるほどね。否定するタイミングがなかった。いやこれいたですねってもうガンガン来られちゃってガンガン来られてでなんかそのうちあごめんなさいってなるじゃん。10秒ぐらいしたら。まあね、わかる。それを飛び越えてなんか「おー」とか言ってたら「ですよね」とか言ってそれで「いやこの間の夜もね」とか言ってうわすごいなんか何々さんが何々で「そうだったんすよ」みたいな。なるほどいやいや大丈夫でしたあの日とか。おいみたいになるんだそう言われるとねそう確かに確かにで今やってる案件なんですけどちょっとなんか仕事もしてるちょっと仕事の似てるねそうなんか仕事の感じもなんかデザイナーっぽいわけ。なるほどなんかで俺がちょっとちょっと待ってくれ忘れてるだけかもと思って必死に思い出そう思い出そうとして「あ案件ねこの間のやつですかね」みたいな「そう」みたいになってちょっと会話が噛み合っちゃってる。噛み合っちゃってんだけどでも武田さんもって言われてるからいや武田さんではねえではよ。ないけど。勘違いしてるかもね武田さんじゃない名前を間違ってる可能性あるからねあ俺をああ、俺は武田だと思って思い込んでる可能性ある松谷なんだけど武田だと。いやでもねそんな仕事はしてないわけよその人が言うなるほどねそれんなことがこの間もあったんですよ。じゃあチャリ乗っちゃった武田でしょじゃ武田があ武田が乗ってるよチャリ武田が乗ってるのか武田がもう松谷の松谷なんだから武田はいるってこと。武田は松谷なんだからこの間もそんな感じで話しかけられて俺この40年間ぐらい人間違いされたことないのよ。こんな感じだからまあちょっと個性的あんまりいないじゃないですか。確かにね。いないねあんまり間違う感じな。ちょっとこの1年2回あるからだから1年でしょこのチャリ分かってるからそれだかチャリは知っている。ら1年間何なの距離を置いたんですよチャリがチャリがどういうこ今ちょっとあいつかかっちゃってるからもつれてるなあいつかかっちゃってる武田も出てる。武田も出てるし。といや本当に何なんだろうな。何なんですかあなたはなんかねお祓いとかなのかなこれわかんない。ちょっとねなんかお祓いでもない感じでなってるカウンしセリングになっちゃう。カウンセリング。なんで俺がやばいみたいないやだから武田がいるかもしれない。武田だから俺の中に武田がいるかもしれないマッサイの中仕事忙しい時に武田出てきた武田が出てきて武田でチャリうろうろしたりあ火つけたりしてるから武田がね。そうしないと俺のストレスがそうどうにかなっちゃうから武田が出てきて武田が出てきてるファイトクラブだ。そうはいはいそう石鹸作ってない大丈夫石鹸作ってああいう石鹸使ってるいやちょっと大丈夫かな。ちょっとやばいよ怖いね。だからこの映像の時は二重にしといてね松谷ややこしい武田とね。そうブーンってこ怖い怖い。意味わからないよね。うこんな長く喋るはずじゃなかったもんこのくだりをこれで終わるよ。これで終わりだよ一旦一旦これで終わりだよ。ごめんなさい何その大変な感じすごいなちょっと挟むだけのつもりだったんですけどいやいやすごすぎた。すごいねこういう体験がある人ちょっとぜひコメントで教えてください。なんでチャリや気づいたらあったの怖いわ。怖いよね変なちょっと余談が本編になってしまいましたけど何の動画か分かりません。チャリの写真とかも載せてくださ載せますいねどこで見ましたとかね、もしかしたらあれちょっと待ってこれありましたよとか言ってねね四国で撮られた俺のチャリとかがあありえるかもしれないね。あと私を武田と認識してる方はいらっしゃいますかっていう。それ怖いあそれすごい怖いそれすごい怖い僕は誰ですかみたいなうんあったよねじゃあ一回前ねモヒカンにしてもらっていやいやあの人じゃねえかあの人じゃねえかどうやって終わる今見てるあなたたちはどっちにいるんですかねえ私たちは今どっちの世界にいるパップコーンだと思いますか
どういうチャンネルなんだよ。それによって登録者数が分断されてますからね。こちらが本当のパンプコーンチャンネルですからね。お願いしますよ。チャンネル登録お願いしますね。ありがとうございました。なんだこの話。すごかったな。どう？でも鍵ってよくあるカチャッシュッてこの引っ込む。これ輪っかがふってやつ。カチャカチャっつってこう輪っかが。輪っかのやつね。あれは確かにネジで外せるは外せるんで。そうなんだ。やったことあるみたいに言うなよ。